韓国ソウル地下鉄ワンシンリ駅。着いた。こっちわさびでワンシンリに来るのは1年ぶり。確か牛のコプチャン食べに行った。ってことで今日行くところはこっちか。なんか書いてあるぞ。地図かな。なんやこれ。旅行者の街、そしてそのルートが書かれてる。なんか書いてある。ここが現在地で、なんか番号書かれてんねんけど、123。横にはカメラのマーク書いてるってことはフォトゾーンみたいな感じ。3番だけちょっと離れてる。とりあえず1番はすぐよ。これか。どなたですか。人生は旅行や。行ってみよう。この方は朝鮮時代初めて精巧な全国地図を作った金正恩という方らしい。だからこれ地図持ってはんのかな。でもご本人は地図見んと向こうの方を見てはる。さすがや。地図の向こう側を見ろいうことやな。はい、キムチで、次はあっち。これな。これと写真撮るの。公園の入り口か。で、これ何。ソンドン消防署跡。もともと消防署あったとこにこの公園が作られてんのか。じゃあこれとも撮っとこ。はい、キムチこれと写真撮る人おんのかな。ちょっと疑問やけど次行くで。正しく生きよう。正しく生きたら未来が見える。俺も正しく順番通り写真撮ってってんで。さっきの地図で行くとここを入っていく。こんなとこにフォトゾーンあんの。ほんまにこんなとこにある。これか。もしかしてほんまに世界は一冊の本。何これ読まれへんねんけど。ここでいきなり俺は踊り出す。もうって、これ旅行者じゃなくて遭難者やから。とりあえず遭難した記念として、はい、キムチ。人生という旅行は遭難の連続や。なるほどね。この辺ホテルとかが多いんやな。飲食店もあったりして、だから旅行者の街か。旅行者の道行くにはこっち左曲がんねんけど。旅行終了。旅行終了した途端目の前に現れたのは外国人労働者センター。ソウルに住んでたりソウルで働いてる外国人労働者やその家族を対象にいろいろな支援をしてくれるとこやと思うねんけど、教育とか医療ね。俺も韓国の国民保険入ってるから、言うてみれば俺だって労働者やで。クリエイターにもなってるけど。てかその前に俳優やねん。てか支援してくれるってことはオーディションとかも教えてくれますかね。今度プロフィールそんなことしてくれるわけないやろ。レスト。人生という旅行には休息も必要だから行くで。着いた。早くもっこしたパリソジュハンジャン。そう、今日のメニューはコムジャン。もう今日めちゃくちゃ暑くて喉カラカラ。ちょうどいた。てかこれウェイティングの椅子。実はオープン前から店の前にいた俺はオープンと同時に入店です。こちらのメニュー、メインはやはりコムジャン。塩焼きとヤンニョムがあんのか。あとは骨なしタッパイ、おみじ、それとコップテキなんかも置いてある。ケランチンやラーメンなどのサイドメニューもある。壁にはイラストも貼られてる。コムジャンはわかんねんけど、その横よ。爆弾ケランチン。ほほほー、興味深い。あとお店の名前にもなっている練炭で出てくる。やん。さてそろそろ注文していこうかなと思ったら、向こうの方に光り輝く何かが見える。飲み物の冷蔵庫、もうぎっしり。一本抜いて俺そこに入りたい。よし、注文や。ベルを押す。鶏? 꼼장어 양념으로 2인분 주시고요. 그리고 계란찜, 그리고 주먹밥 하나 주세요. 그리고 넌 초반에서 나와서 시간 참 비슷해. 네. 그리고 진로도 한 변 주세요. 네. ちょっと時間かかんのか。じらすやん。ちなみに人狼はゴールドあったからゴールドに変更してもらった。めっちゃ楽そうに寝てる。テーブルの上はぽっかりと開いた穴。ここに練炭が入んねやろ。これはコンジャン鬼なんで。このお店は外でも食べれるスペースがある。ここは気分ええやろななんて思ってたら来た。もうほんま冗談抜きで喉カラカラやからすぐさまぐる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 。人生という旅行はしばしの休憩ローリング。チュッチュッチュッと勢い余って飛んでしまった焼酎はすぐさま水分補給に使い、グラスは埋まっていく。この時期の1杯目の焼酎は格別。景色を見ていたのにコムジャンオに憑依され1杯。
SNS 汗拭くよりもはいキムチありがとうございます。名残惜しさでグラスをちょちょい。そんなことしてる間に用意してくださった基本のおかずはペッキムチ、切り干し大根、ニラの和え物、ごま油に使ったニンニク、そしてヤンニョムジャンとマヨネーズ、エゴマの葉っぱに人参に唐辛子、それにサムジャン、最後に熱々の状態に出てきたテンジャンチゲではなくチョングクチャン。まずは焼酎を入れた口にはこのペッキムチ、俺の心のように白いペッキムチパクリ。そんなことあるわけないやろと殴られる前にこのペッキムチの酸味で癒される。そしてどうしても我慢できなかったこいつチョングクちゃん、俺好きなんよ。またまた俺と似た真っ白な豆腐をすくう。冗談は顔だけにしろと飛び蹴りが飛んでくる前に封してパクリ。旅行には途中下車という方法もある。だがこの豆腐を口に入れただけでもチョングクちゃんの濃厚な香りが鼻を通り抜ける。わあ熱いけどこれはうまい。こうなってもうたら止まらない浴びる勢いでの一杯。笑ってるわ俺。もう一つなんかつまみたいなと思ってたら向こうの方からハートに爆弾落とされた。っていうか爆弾いうかもうこれ UFO や。連れ去られるわ。わあ怖い。地球人の底力を見せてやる。スター・ウォーズこっちわさび海鮮や。スプーン入れるとすっぽり。あぶね、飛んでいきそうやったやないか。ケランチムをゆっくり持ち上げる。爆弾処理班到着です。よく映画とかにあるように線を切っていかなあかんねんけど、俺はその線に沿ってフーフー。背面の配線も確認フーフー。そして最終チェックは唇で温度確認。オーケー。大きく一口でいこうかな思ったけど途中で爆発しそうやったからここで休憩。しっかりと卵の味を感じることができるのにこの柔らかさ。爆弾処理班には帰ってもらい残りのケランチムもパクリ。やはりケランチムはハフハフしながら食べるのも醍醐味の一つ。正直一口目で分かっててんけどこれコムジャンオと絶対合う。もうこれは嫌いな人おらんやろ。いやーうまいなと思ってたらやっぱりこのお店私をじらせます。まあ時間かかるっておっしゃってたから次は拳ご飯おにぎり。俺の拳よ力を与えてくれ。あれ赤々と燃える練炭が来た。そして網も乗せてくれる。メインの登場です。やっぱりこの練炭の風景がええよね。ちょっとごめん、先にこっち行くわ。練炭乗ってるしコムジャンをトングも一緒に。よし焼いて持ってきていただいてるから練炭の上では少し温める程度と言ってもちょっと見てたら食べたくなるから一口パクリ。うわこのコムジャンをまだ生きてます。そんなことあるわけないねんけどとりあえず網の上に乗せていく。あんまり乗せすぎると焦げるのでここは調節して。名残惜しげにおまけの1個。真ん中の部分は火がものすごく強いのでそこを避け周囲に置いてあげる。お玉ねぎも入ってるわパクリ。練炭が運ばれてきたから汗が噴き出る。ジャケットも用済みや。そんなことしてる間にええ感じに温まってきた。コムジャンを2切れ釣り上げる。ヤンニョムに覆われたコムジャンをええ香りが漂う。フーフーした後一口。薄暗い海底にいたはずやのに練炭の煙に乗って空中を歩いてた。まずは感じるこのコリコリとした食感。そして俺も忘れるなと急に駆け寄ってくる練炭の香り。最高ですよ。すぐさまもう2切れ。熱い。こいつは旅行者の街から旅へ出て行った。ああもうもったいないことしてもうた。びっくりして1切れ食べてもうたやないか。それにしても熱かった。店の方に謝っとこ。チェソンだ。もう一つガマちゃんと手をつなぎ謝りに来ました。謝罪いっぱい。
コムジャンを食べてただ焼酎飲みたかっただけやろこいつ。そういやこのマヨネーズっていうのがかなり気になるんだけど、コムジャン王にマヨネーズ、あんまり食べたことない組み合わせやけど一丁やってみるか。感じに温まったコムジャンを2切れを釣り上げる。そしてマヨネーズに直行。ヤンニョムでまとわれた体にマヨネーズをコーティングさせる。持ち上げて見てみると見た目はなんかまろやかになった感じ。一口、お、うまいぞこれ。これ韓国のマヨネーズじゃない日本のマヨネーズや。店出るとき確認してんけどやっぱり日本のマヨネーズやった。こんなとこでいきなり出会う。マヨネーズの次はグツグツ言い出したこのニンニク。これはうまそうやで。まず第1弾の残ったコムジャンを取っていこうとするが、これね温めると網にくっついてしまうからさ。おい取れろ取れろ。よしがっちりキャッチ。お皿の上に置いてある。そしてごま油に使ってたニンニクをヤンニョムジャンにたっぷりつける。油で弾かれるけど無理やりたっぷり一緒に掴んで、危ね、落ちる前にそのまま口に入れてやる。ごま油の海で辛さをそぎ落としたニンニクは香ばしさだけを残し、その上ごま油のほんのりとした香りも連れてきてくれる。やっぱニンニクって正義よね。ヤンニョムジャンへつけてそのままパクリ。もうホクホクしててもこれだけで一杯いってまうで。予想通りガマちゃんがごま油で泳いでた。この爽快感、てかやってしまった。何をしてんねん俺は。楽しんでる場合ちゃうで。拳ご飯これ作っていかなあかんやんか。振り上げた拳は一旦下ろしてもうたからな。俺の拳がこっから飛んでいくで。用意していただいたビニール手袋を装着していく。グー。まずはご飯の上にかかってるとびっこ、たくあん、海苔を混ぜていく。まだまだここでは俺の拳は準備運動。グー。だいぶ感じに均等に混ざってきた。この辺で拳一握り分を掴んでいく。俺はいつもやったら俵型にすんねんけど今日は拳型。ギューギューパク。出来上がりの形も見せないまま口の中に入れてしまう。うまっ。今度はちゃんと作っていくわ。再び拳一握り分を掴む。ギュー。はい職人技。もう一つかみでギューギュギュッと。完璧。もうこんだけ力入れてたらだいぶしんどいで右手で。なんでこいつ目つぶってんねん。感じやん。で俺作りながら気になってて、マヨネーズをねちょっと入れたら美味しくなるんちゃうかなと思って。日本のマヨネーズって結構味ついてるからさ、ペロッと。韓国でもあるけど日本のおにぎりツナマヨとか人気やったりするやんか。量的にはこれが最後の拳ご飯。マヨネーズ入れたからツルツルしてるけどラストはプルプルしながらのギュギュッ。完成。一つだけえらいでかいな。手術は大成功。とりあえずポッケに。こんなことしてるから家帰って気づいたわ。ポッケにビニール手袋入ってんのってことで残ったご飯も完食。続けて第2弾。残ったコムジャンを一気に練炭の上に流し込む。もちろん玉ねぎも置いてあげる。真ん中の部分はちょっと開けてニンニク入りごま油を鎮座させてあげる。コムジャンのヤンニョムから急に襲われる鼻ムズムズ。お前こういうのが一番辛いねんって出そうで出えへん。こんな時はこいつや。生人参をサムジャンにつける。この歯ごたえで脳に違う指令を与えてとりあえず鼻ムズムズからは解放される。ただ乗せたコムジャンが気になってしまう。素早く適度に裏返す。そんな時でも口は動いたまま。待ってる間にケランチン。それを口の中に運ぶがやはり目線はコムジャン。もう少しかかるやろうからニラの和え物。落とさないように気をつけて食べていくがやはり目線はコムジャンを。もうそろそろええんちゃうの。どうやろ。ちょうどええ感じやん。じゃあ次はこいつと共にエゴマの葉っぱ、そしてこのよく温められたコムジャンを2切れ。上から急降下。そして必ず外せないのがこいつ。グツグツ言うてるやん。ヤンニョムジャンにたっぷりつけエゴマの上で待ち合わせでちょっと考える。どうしようかな。いったれ。コムジャンにこのマヨネーズほんまに合うねんけど約束時間に遅れてきたマヨネーズが到着。今回はいつもみたいになんかいろんな具入れたりせえへんからこれは巻きやすい。可愛らしいやん。このままポジャンしたのかな。お口へテイクアウト。やっぱり予想通りエゴマの葉っぱとコムジャンはよう合う。これも絶対よう合う。てか俺サイズに作ったからこんなでかいんやな。今気づいた。ご飯を入れたらやはりこいつが恋しい。これサービスで出してくれてんねんけどもしかしたらこの店一番のシグニチャーや。この一連の流れに真打ち登場。ガマちゃんコムジャンと共に泳ぎ出せ。正直ここのコムジャンのヤンニョムはメコマだという言葉がよくある。だから酒にもよう合うねん。
勢いづいてしまうと手が伸びてしまう唐辛子、サムジャンにしっかりつけてあげる。やっぱりこの音でしょう。ええ音。唐辛子を口に入れるとこう爽快感が駆け巡る。ちょっと待って。めっちゃな。ガムちゃん助けて。あかん、これほんまにあかんわ。一気に口の中に入れていく。それでも収まらん。こういう時のケランチムや。鬼のような形相でケランチムで口の中を治療していく。ただ俺の気持ちは飲み込みたくない。だって飲み込んだらさっきのあの辛いのまだ来るやんか。口からケランチム出してたらやっぱり恥ずかしいからごくり。少しだけマシになった。コムジャンオといえばプサンが有名やったりするけど、チャンオ、うなぎって入ってんのにうなぎではない、魚類でもないっていう話を聞いたこともある。ほんまかどうか知らんけど謎が多い生物でもある。ただ確実に一つ分かってることは、焼酎とめちゃくちゃ合うってこと。だから仕事終わりで一杯しようってなった時のおつまみには最適。この食感もええしね。こうやってエゴマの葉っぱに巻いて食べる。食うの早いな。ペッキムチを一度挟み、拳ご飯も大きくパクリ。切り干し大根、もうこの歯ごたえだけで生き返るよね。メニューにも書いてあったけど、このチョングクちゃんおかわりは別途料金が必要。そらそうや。この汁だけで焼酎何本もあげるとおると思うわ。それだけここのチョングクちゃんは濃厚でうまい。俺は何本もあげへんけど、やはりガマちゃんに手が伸びる。今日実際一番お世話になったんちゃうかなと思うケランチンも残り少なくなってきた。ちょっと下の方は焦げてるから側だけ取ってパクリ。もうこれ以上は俺でもさすがに無理やな。完食。そしてこれや、俺特製の拳ご飯。俺マヨネーズ単体ではあまり好きじゃないねんけど、ご飯に混ぜるとなんでこんなん合うんやろ。マヨネーズの風味ととびっこたくあんの食感が俺の腹を満たしてくれる。ラスト1個になってしまった。たまに思いっきり食べたくなるコムジャン。残ったニンニクも玉ねぎの上にのせ、あかん、くっついてもうてる。最後ぐらいきれいに生かしてや。よし、これで OK。 甘くなった玉ねぎとニンニクの香りで今日の食事は終わりを迎える。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきたな。やっぱりコムジャンオとガマちゃんは仲良しコンビだから、最後の一滴までぐいっと傾け、最後の一杯。なんか持ってきてくれはった。감사합니다。食後にどうぞってスイカ2切れ。いやーもう夏やん。うまいスイカ両手に持って贅沢やで。これはもうほぼ2口で食べてもうたで。こっちももうカブトムシもびっくりやで。こんな夏はもうすぐ。ワンシンリ駅にあるコムジャンオのお店。いやー今日よう食べた。てかこれなんか店の人にもらってんけど、見慣れたキャラクターおんで。ピリ辛のヤンニョムにコリコリとした食感、それにガマちゃんも。いやーもう大満足や。いや正直店の前で開けるのはちょっとはしたないなと思ってここまで来てんけど、いやー気になるわ。これ何？じゃじゃん。うわーでかっ。チャミスルフレッシュって書いてある。俺の体がちょっとだけちっちゃかったらお風呂にできんだ。あ、そうや。セブンイレブンで何をしてきたかというと、ぐる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 。このグラスで今日は家で2時間やと思いながら、本日の食物語はこれでおしまい。チャイボコすみだ。